はい。はい、ババンババンバンバアビバビバビバババンババンバンバアビバノノババンババンバンバアビバビバビバババンババンバはーいバノノはーい藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有していい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこにチュールを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのがチャトラのまさるくん、白茶のゆりさん、画面に収まっておりませんが白黒のくーたくん、グレーのぐーちゃん、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからチュールをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにチュールあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。はい。ぐーちゃんとまちゃがおります。はい。で、1日1個。猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、どうしたお付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティースって言いますので、一緒に言っておきたいただけると嬉しいです。はい、では行きますよ。せーの。ジャスティース、ゆりたん。ゆりたん、ジャスティッシュ。はい。ジャスティッシュ。はい。いいから入れろやって感じか。はい。違うのかな入んないのかな入るんだよな。はい。今日も塩入りさえでございますよ。思ったほどしょっぱくはなかったな。今ね、新しい塩を開けたわけですよ。今日朝全部使い切っちゃったからね。そしたらドバって入っちゃったんで、ドバッと入ってしまったのでね、ちょっとこれはしょっぱいかなと思ったんだけど、意外と大丈夫だったな。で、にゃんこがシンクロしてお顔を洗ってるのが可愛いな。そう、今日は夕飯のね、カリカリが残ってたので、鰹節かけてやったんだよね。そしたらね、すっかり綺麗に食べてあったんで、でも鰹節は今日あげちゃったからね、と思ったんで、綺麗に食べてあったけれども、
チュールだけで、チュールだけで、でもチュールだったら満足してくれてるっぽくて、よかったな。カニタンさん、ジャスティス、こんばんは。ハートで、出た。こんばんは、ボンソワ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。まどかさん、みなこん。今日はかな、ヨガとピアノ練習を頑張りました。おー、すごいじゃないか。充実した一日だったんじゃないのか。私も何してたんだか思い出せないんだけど、思い出せないんだけど、いや、よくやったんじゃないのってね、思ってるんだけど、何してたんだろう。思い出せないな。今日何したんだっけ。今日火曜日だから、農協はやってる日だから、農協は行ったのか。ヨッシーさん、ジャスティス、ありがとうございます。本日もお付き合いよろしくお願いいたしますね。ぐーちゃんの前のお皿邪魔そうだからさ、どけてあげたいなと思うんだけど、マチャがマチャがいるんで、ちょっとね、大丈夫かな。はい。これで、たまちゃん、ヒーターの前にね、いられるんじゃないの。はい。てんたまさん、今夜もジャスティス、ありがとうございます。藤子さん、皆様、こんばんは。ボスは、本日もしぶとくやっておりますよ。で、火曜日なので、ゴミ出しはなかったんだけど、農協行ったじゃんか。で、晴れてはなかったけども、まあ洗濯は毎日するんでね、洗濯したじゃんっていう感じ。で、農協は行ったんだけど、今日はね、小松菜と、かぶと、あと、人参と、菊芋があったかな。あと、金柑ね。金柑はいいやって感じなんだよね。オレンジ色のものがあるなと思ったんだけど、みかんだったらいいんだけどね、金柑はいいやっていう感じなのよね。で、オレンジ色のもので、人参もあったんだけど、人参はそんな安くないんだよね。200円かなんかだったかな。で、まあ、小松菜は乾燥野菜でうちにあるからいいし、株も一応育ててるから、まあ別にいいかっていうね、100円だったらいいかなって思うんだけどさ、みんな150円とか200円とかするわけよね。100円のものがさ、なんかないんで、いいや、みたいな感じでね、今日も農協では買い物せず、今日はね、玉ねぎの炒めたのがね、なんかね、食べたかったんだよね。玉ねぎの炒めたやつが食べたいぞ、私は今日はと思ってな。で、今日はスーパーに行ってさ、で、スーパーに行って、玉ねぎね、1個だけでっかい玉ねぎが2つ入りのやつが300円でないと30%引きのシール貼られてたんで、これは俺のやつだなと思ってね、それ買って、で、今日は玉ねぎを炒めて、で、今日は玄米炊いたんだよね。で、玉ねぎ炒めたやつに納豆ね、納豆を乗せて、で、食べたらね、まあ美味しかったよ。美味しかったんで、謎の、ね、炒めた玉ねぎ、納豆のせ、で、ご飯を食べましたっていう感じかな。で、あとどうしたんだっけ。あと、あれか、食パンか。食パンな。食パンコーヒーのお供に、どうしようかなと思ったんだけど、どうしたんだっけ。朝は、トーストしたんだ、今日はな。今日はフライパンで食パン焼いて、で、そこに蜂蜜かけて、で、それをコーヒーのお供に食べたんだな。で、お昼またお腹が空いたんで、干し柿食べて、で、残りの食パン1枚あったんだけど、それどうしようかなと思ったんだけれども、お腹が空いちゃったんで、ね、なんだっけ、ポテトフレーク、なんだっけ、じゃがいもの、乾燥じゃがいも、ポテトフレークあったじゃんか。それを、野菜ブイヨンでね、お湯で溶いて、スープに浸して、食パンは食べたよっていうね、感じで、結局、
甘栗がね、あとラスト2個なんだけど、お腹が空いた時の甘栗な。本当は干し芋が良かったけど、干し芋はないんで、甘栗を今日は食べちまったよっていうのでね、またそろそろ、干し芋と甘栗を補充したいところだなって思ってんだけどな。まあ寒いな。まあ寒いなっていう感じでさ。だから今日は杉友の日だったんだけどね。いや、今日は必要以上の買い物はせんと思ってね。杉薬局はいいやと思ってね。杉友の日だったけど、今日は杉薬局には行かず、マンションの時計があるわけよね。マンションの時計がね、ずっと狂ってたわけよ。ずーっと狂ってるんだけどさ、ついつい見る習慣があるんでさ、見ちゃうんだよね。なので、なんか気になってたんだけど、ああ、そうだと思って、うち今月当番なんだよね。で、電池変えるかっていう気になってさ、ずっとほったらかしてたんだけど、前の当番の人も変えてなかったし、ね、だから別にいいならいいかって思ってたんだけど、自分がいつもその時計見る癖があるからさ、時計合ってないと気持ち悪いんでさ、なんか変えるかっていう気になって、でね、電池どうしようかなと思って、でね、その当番のセットの中にね、商品券があったわけよね。商品券があって、使ってくださいっていう商品券があって、それが1000円分あったわけよね。使ってくださいって言われてもさ、なかなかね、使うところがないからさ、使いづらいじゃん。で、ずーっとそのままそのセットの中に入ってたんだけど、あ、電池買ってやろう。電池買ったろと思ってね、その商品券使って、で、近所のね、目の前のドラッグストアでさ、使えますかって聞いたら使えるって言うからさ、およし、じゃあ電池買ったろうと思ってな。で、そのマンションのさ、時計がさ、なんか電波時計だったら、アルカリ電池なんだって。で、普通の時計の場合は、マンガンっていうんだっけが適してるらしいんだよね。なんか確か時計ってアルカリじゃなかくって、なんかもう一個の違うやつが良かった気がすると思って調べてみたら、なんか電波時計の場合はアルカリ電池らしいんだよ。そうなのかと思って。で、時計よーく見てみたわけよね。どっかになんか書いてあるかな。これ電波時計なのかな。どうなのかなと思ったら、なんか電波時計なのでアルカリ電池を入れてくださいって書いてあってしっかりさ、あ、なんだ、書いてあったとかと思って、そっか、じゃあアルカリ電池買わないとなっていうので、買ってきてね。で、ちょうど1000円ぐらいのやつ。まあちょっと1000円は足出るだろうから、まあそれはいいやとかって思ってね。なんかそれいちいち書いて生産するの方がめんどくさいから、それはいいやと思ってね。その代わり、アプリでさ、クーポン使って、で、ポイント付けさせてもらって、それでいいや、みたいな感じでね、ちょうど1000円ぐらいクーポン使ってね、1080円ぐらいだったかな。このね、電池を買って、今日はなんとマンションの時計の電池を変えたよってね。もう我ながら偉い。よくやった。もう充実した一日だったよ、みたいなね、感じでした。皆様こんばんは。てんたまさん、玉ねぎ炒め、納豆のせは栄養ありそうね。栄養はよくわかんないけど、うまかった。うめえなーって思って。いやーね、自炊したご飯食べれるって、すげえ最高よねって思いながら、今日は一人のランチをね、いつも以上に楽しんで食べておりましたよ。たぬこさん、こんばんは、ボンソワ。てんたまさん、たぬこさん、こんばんは。たぬこさん、てんたまさん、こんばんは。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。てんたまさん、よくやりましたな。
この寒いのにね、わざわざドラッグストア行って、電池買ってきて、で、しかも電池ね、マンガンが合うのか、アルカリが合うのかな調べてな。で、マンションの時もさ、すっげえ汚いからさ、すっごい汚くて触りたくない感じだったからさ、それな、よくやったなって感じよ。でさ、その電池入ってたところもさ、蓋がついてたんだけど、それがさ、なぜかはまんなくて、なんでこうなっちゃうのって思いながらさ、なんか知んないけどはまんなくてさ、取れちゃうわけよね。もうしょうがない、なんかガムテかなんかでくっつけてやろうかと思ったんだけど、まあ最終的にはまったんで、ああよかったと思ってさ。いやー、よくやりましたよ、私はなっていうね、感じでしたよ。スーパーに玉ねぎ買いに行くしさ、マンションの時計はね、電池変えてあるわ。まあ、よくやった。まあ、よくやったよ、今日はな。で、なんかね、昼寝したと思う、今日はね。今日はなんか眠くて、あ、夜中寝れなかったのかなっていうか、寝てたと思うんだけど、なんかね、今日はよく寝てたと思うんだけど、起こされたんだよ、猫にな。猫に何度か起こされて。で、寝たいのに寝れなかったような感覚だったんだよね。で、昼間眠くて、ああ、いいや、今日は寝ちゃおうと思って、今日は昼寝したかな。で、なんとなくさ、うちの中はそれほど寒くない感覚だったんだよね、今日はね。だけどさ、外出るとさ、すげえ寒いんだよ、今日さ。あれ寒いなと思って。で、なんかね、今寒波来てるみたいでさ、沖縄はなんか13度かなんからしいじゃん。で、沖縄で13度っつったら確かに相当寒いだろうなっていうね、感じなんだけどさ。うちはなんかね、東京はもしかしてあったかいと思ったんだけど、外出たら寒いじゃんね。寒いよ、みたいな感じで。で、やっぱりね、日暮れてきたら、ちょっと寒くなってきたかなっていうね、感じだったね、今日はね。あとは動画の編集して終わりました。動画の編集してて終わった一日だったよって感じなんでね。今日も話のネタがございませんよ。どうするタロットカードタイム3回ぐらいやんないとダメだな、これな。ねもう間が持たないよ。今日の、今日の質問何だったっけ？家が60%だな。今日の質問何だったっけな。コオロギは昨日だったもんね。今日何だったっけな。忘れちゃったな。じゃあ、タロットカードタイムいくか。タロットカードタイムいくか。じゃあ本日もタロットカードタイムでございますので、78枚の中から1枚引きまして、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。で、このシャッフルは皆様のストップの掛け声で止まりますので、ご協力よろしくお願いいたします。あとは、セームスカードな。セームスカードじゃない。セームスアプリ、なんかセームスのポイントが、なんかね、システムが変わりますとかっていうのをさ、昨日ティッシュ買いに行った時にさ、紙もらったんだよね。で、全然読んでなかったんだけど、なんか読んだんだよね、それをね。そしたらね、なんか、2月いっぱいまでで、ポイント制度が変わるのかな。それでいくと、今までは100円で1ポイントもらえてたらしいんだよね。で、それが今度から200円で1ポイントになるのかなっていうか、まあ、0.5ポイントみたいな感じなのかなわかんないけど、とにかく半分になるってことだよなと思ってさ。えー、それでも、っていう感じなんだけど、なんかね、ギフトポイントとかいうのがあって、もうわけわかんないのな。で、そのギフトポイントがなくなりますみたいなことだったかな。なんかわかんないけど、ギフトポイントっていうのがあって、でね、
なんか早めに交換してくださいみたいな感じになってたわけよ。で、じゃあ交換してみるかとかって思ったんだけど、そこのサイトに行けないわけ。で、ね、なんかログインしろみたいな感じなんだけど、なんか ID とかって書かれてて、だけどさ、その ID がさ、コピペできないんでさ、え入力するのめんどくさいって思いながら、もうでもこれやるしかないんだもんね、と思ってさ、しょうがないからめんどくさいけどさ、その会員 ID 一個一個さ、確認しながらやっとこさ、入力してさ、でね、ログインしようと思ったらさ、ログインできないわけよ。って思って、じゃあ会員登録してないのかしらと思ってさ、会員登録しようかと思ったらさ、なんか情報が間違ってるので会員登録できませんみたいなことになってるわけ。だからさ、で、なんかね、エラーが出て困ってるときは、こちらに電話してくださいみたいのが、またそれも2つあるわけよね。で、1個はそのポイント制度についてのことで、で、もう1個はそれ以外、お客様サービスセンターみたいなところで、ポイントのことでやり始めたことだから、じゃあもうポイントのところに電話してみるかと思って、電話してさ、であれさ、すっごい待たされるじゃん、ああいうのってさ。だからそこに電話したのも、まあよくやりましたよって感じだし、ねえ、ID 入力したのもよくやったなっていう感じだしさ。で、電話したわけよね。で、いろいろ聞いたら、結局ね、もう一個の方に電話しなきゃダメだったみたいなんだよね。で、そうですか、わかりました。つってね、そのお客様サービスセンターみたいな方に電話して、多分そっちはね、無料じゃなくて有料なんだよ。そこに電話してさ、でね、説明して、最初の人ちょっとよくわかんなかったっていうか、その ID がなんかいろいろあるんだよね。ID がいろいろあるというか、なんかその会員の ID とは違うとか言われて、と思って。だけど ID って書かれてんのこれしかないから、これしか私にはわかんないけど、どうしたらいいのっていう感じなんだよね。でさ、ね、もう電話したらさ、で、個人情報を本人確認のために教えてくださいって言うからさ、質問に答えて教えてたのにさ、なんか反応ないわけよね。反応ないけど、と思ったらさ、なんか、切れて。切れたけど、と思ってさ、と思って。でもここまでやったのにさ、なんか解決しないで終わるのも嫌だしね、と思って。もう一回電話してさ、で、また同じように待たされるじゃんか。で、出たよ、と思ってね。ただまあね、次の人の方のが、分かりやすかったっていうか、親切だったっていうかね。まあ、それのおかげで解決したんで、まあ、良かったんだけど、で、会員登録ができたわけよ。要は会員登録してなかったわけね。そんなややこしいやつだったからさ。で、ようやくできたんだけれども、ね、なんかギフトポイントっていうのがさ、全然、何千ポイントから交換みたいな、なんか1ポイントから5000ポイントみたいなのがあったんで、そこをさ、クリックしてみたんだけど、なんか最低が4000ポイントぐらいからでさ、で、持ってんのが300ポイントぐらいなわけよ。もうなんだよ。いらんかったやん、みたいなね。もうそういうのな。そういうのだよ。どういうのだよな。はい。
カニタンさん、飛び込み営業、そうだった。飛び込み営業だったな。さすがに飛び込み営業はなんかしたことないけどね。したことある人が40%、半数ぐらいいるって感じか。すごいね。ああ、勇気あるな。てんたまさん、外してました。外すな。たぬこさん、ストップ。ありがとうございます。カニタンさん、シュートアップ。てんたまさん、カニタンさん、酔っ払いそう。ヨシーさん、アルカリ電池は1.5ボルトの電圧を長時間キープし、一気に下がります。そうなんだ。マンガン電池は1.5ボルトから徐々に下がります。ああ、そうなんだね。したがって、モーター、懐中電灯などはアルカリ、時計、リモコン、ラジオはマンガンがお得になります。そうなんだ。時計、ただうちも電波時計だから、電波時計はアルカリって書いてあったもんな。で、リモコンは特にないな。使ってるリモコンがないな。で、ラジオか、ラジオは手回しのラジオだから、じゃあうちはマンガン電池はいらないっていうことだな。パンタンさん、てんたまさん、そうですね。てんたまさん、以前ラジオにアルカリ電池使ったら、数ヶ月後に液漏れして、液漏れ、そっか。リモコンってエアコンのリモコンがあるか。それはマンガンがいいんだ。充電の電池を使ってる場合はどうなんだ。充電の電池はマンガンなのかな。この LED は充電の電池だけど、これはマンガンなのかな。えーっと、以前ラジオにアルカリ電池使ったら数ヶ月後に液漏れして、ラジオ使えなくなりました。液漏れするとラジオ自体が使えなくなっちゃうんだ。うちもさ、ほら、使ってないエアコンのね、リモコンがさ、息漏りしてたけど、別に普通に電池、入れ替えたら使えてたけどな。ヨッシーさん、てんたまさん、早く気づいてよかったですね。液漏れした機材がダメになるところでした。やっぱり液漏れしちゃうとダメなんだ。じゃあ、普通に使えてたっていうのはラッキーだったってそういうことなのか。ありがとうございますな。知識が増えて嬉しいよ。では、ストップの掛け声いただきましたので、ここから6枚置きまして、7枚目のカード、今の私たちに必要なメッセージいただこうと思います。では、いきますよ。せーの。1、2、3、4、5、6。で、7枚目のカード、本日はこちらでございます。せーの。じゃじゃん。そういえばさ、液漏れするのって、マンガン電池だろうと、アルカリ電池だろうと、液漏れはするもんなのか。で、液漏れがしやすいとかしにくいとか、そういう違いがあったりするとか、そういうことか。それとも賞味期限っていうのかな。使用期限を過ぎると、液漏れしてくるもんなのかね。ただずっとつなぎっぱなしにしてると、液漏れしてくるよっていうことなんかね。また出た感じなんか見た気がするけど。トカゲがいるやつだな。猫じゃねえな。ワンドのキング今度はキングですね。てんたまさん、よしーさん。ラジオやリモコンは
アルカリ電池使ってはいけませんね。そうなんだね。全然知らんかったよ。ラジオ、リモコン、アルカリ電池。アルカリ電池な。大概だからアルカリ電池を使っちゃってる気がするけど、そうだったんだね。マンガン電池は液漏れしたことないですね。あ、マンガン電池の方が液漏れしないのか。じゃあ、大概うちで使ってる電池って、なんかアルカリ電池を使ってるっていうことだな。ねえ、そう、なんか、あの、最初に入ってる、なんか、買った時に、電池が入ってるもの、買った時に入ってる電池って、大概マンガン電池だよね。で、なんか持ちが悪い気がするんで、アルカリ電池にね、入れ替えちゃったりとかするんだけど、それは用途がそれに合ってるから、それを入れてくれてるっていうことだったんだな。自分が余計なことしてたってことだな。てったまさん、アルカリ電池はパワーありすぎなんですよ、多分。ああ、そうなんだね。よく確かにね、アルカリはパワーがなんちゃらかんちゃらみたいなこと書かれてるしさ。なんかマンガン電池って安いからさ、なんかね、機能的に弱なのかなと思って。ね、長持ちするんだったらアルカリの方がいいのかなと思ったんだけど。用途が違うんだね。書いたことなかった。ね、ここで一個覚えられて。よかったよ。今日マンションの時計の電池変えた甲斐があって、よかったよ。ワンドのキング、ワンドキング、あ、間違えた。キング、あれ、ゆりたん出てきちゃったの？また戻ってきたの？はい、違うのか。乗っかりたいのか。私の上に乗っかりたいのか、ゆりたんはな。はい、乗っかるとさ、ゆりたんおしっこするからさ、ちょっと恐怖なんですけど。ちょっと待ってください。はい。ワンドキング。えーっと、これでも読んでみるかね。はい。絵柄の意味、世界観。炎の王冠をかぶった王様が王座に堂々と座っています。あなたは目的に向かってパワフルに進んできました。見事に成果をつかみ取ったあなたには怖いものはありません。情熱の炎を燃やしながら次の扉を開きましょう。ありがとうございます。テーマ、パワフルなエネルギー、ワンドのキング。キングはワンドの物語の到達点。強い情熱やエネルギーが成熟し、完成されたことを意味します。芽吹いた木の棍棒。エネルギーや情熱、想像力を表しています。王冠の下に赤いヘルメットをかぶった王様。権威や権力、責任を象徴します。王座に書かれた獅子、本能や直感、権力を握る王者を意味します。王座やマント、王様の足元に書かれたトカゲ、創造性や熱意、エネルギーを示します。尻尾をくわえたトカゲ、ワンドナイトのトカゲが円の形となり形成されたことを意味します。左へ向けた王様の視線。自分が辿ってきた過去を振り返っています。またこれから王様と同じような道を進もうとする人へ、活力や創造性のエネルギーを向けていることを示します。ワンドのキングは、到達点を意味します。エネルギーや活力、情熱を表すワンドは火を象徴。ワンドは人間が手にした最も古い道具。はい。
はい。どうでもいい、めんどくさい。はい。今日は聖地。聖地。あなたが情熱を持って目指してきた目標にもう少しで到達できそうです。何かを到達するために頑張ってきたことがあれば、成果が出て、今までの努力が報われるような気持ちになるかもしれません。手にする成果はあなたの努力と情熱の証です。自信を持って自分を褒めてあげてくださいね。よくやった。これは今日よくやった。ワンドキング聖地恋愛。出会いを探している人はエネルギーがあふれるようなカリスマ性のある異性と縁があるかも。また、父親のような雰囲気を感じる男性と出会うかも。パートナーがいる人は相手の頼りになる一面を発見できる機会がありそう。すごいと思える一面が見つかったら相手に伝えてみてください。関係が深まるきっかけになるかもしれません。はい。相手の気持ち、正位置。仕事、転職、正位置。仕事。上司の力を上手に借りることで、あなたの想像力を活かしながら、難しい仕事もスムーズに進むようになるでしょう。直属の上司だけではなく、他部署の役職者や経営陣にキーパーソンがいる可能性もあります。いつもは近寄りがたい存在でも、今はお近づきになれるタイミングをつかみやすいとき、彼らと話すチャンスがあれば積極的に自分のアイディアを伝えてみましょう。転職。あなたはこれまで仕事に情熱を持って取り組み、きちんと成果も出してきました。これからはその情熱を胸に次へ進むタイミングが来たようです。転職先を探しているなら、自分の能力を活かせる仕事が見つかりそう。リーダーシップを発揮して成果を上げられるでしょう。起業したい気持ちがあるなら挑戦してみるのもおすすめです。情熱的に周りを巻き込み、望み通りの結果を手にできるでしょう。えーっと、人間関係。あなたは相手の自信にあふれた言動について尊敬するような気持ちを抱いているかもしれません。相手は決断力があり、みんなを引っ張ってくれるリーダー的な存在で、とても頼りになるでしょう。相手の情熱的でポジティブなエネルギーは周りにも良い影響を与えてくれます。あなたにとって相手は行動し続けるモチベーションになるようなパワーをもらえる存在になりそうです。はい、金運。金運は上がりやすいとき、仕事でのチャンスを生かすことで収入アップも望める。投資なども良いタイミング。未来を見据えて的確なところへ投資できるので、余剰資金があるなら投資してみても良いでしょう。自己投資にもベストな時、資格試験や、勉強やスキルアップのためにお金を使うと、将来大きく返ってくることでしょう。ウェイトの解釈、常に正直を意味すると述べています。大きな権力を持つ王様ですが、国民からの尊敬される王となるためには、責任感のある誠実な姿勢が求められます。まっすぐ物事に取り組み、強い意志を持って決断する王様こそが、頼もしい王者として広く愛されるのではないでしょうか。王座に書かれている獅子は、権力を握る王者の、象徴です。獅子は王の中でもひときわ強い権力を持つシンボルで、ワンドのキングの権威を示しています。王様が手に持つ木の棍棒は、情熱やエネルギーの象徴。目的を達成するための強いエネルギーや情熱を王様は手にしていると解釈できるでしょう。ワンドのキングは、あなたが目標に向かってまっすぐ情熱的に進んできたこと、
そして、間もなく目標を成し遂げようとしていることを強く示しているのです。ってなわけで、本日のタロットカードの意味調べるの会は、あなたのやってきたことがいよいよ日の目を見そうだね。よかったねっていうカードでございました。楽しんでいただけてたら幸いでございます。はい。マンガン電池は液漏れしたことない。パワーがありすぎ。大吉さん、藤子さん、皆様、こんばんは。ボンソワ。眠くなりました。いい夢見てね。おやすみなさい。てんたまさん、大吉さん、こんばんは。かにたんさん、大吉さん、こんばんは。よしえさん、アルカリ、マンガン、液漏れの違いはどうか知りません。基本どっちを使っても良いです。なるほどね。まあ、使えなかないよ。どっちだって使えなかないよっていうことなんだな。まあ、でもそういう性質はあるから、性質をちゃんと使い分けるといいよっていうね、話だったな。天玉さん、ついに藤子さんの YouTube 活動も、日の目を見るんですね。そうですね。そういうことですね。よかったですね。でね、もう散々今までやってきてね、そういうカード出たことだってあるはずなのにな、おかしいな。おかしいなっていうね、感じだよな。そうで、さっき見てた YouTube では、前にね、日光東照宮に行った時にさ、なんかその先に、なんて読むのかわかんない神社があるんだよね。新荒山、神社みたいのがあって、確かそっちにね、行った気がすんだよね。で、そっちに行って、なんかね、いろいろあったんで面白いなって思って見てたんだけど、ただバスツアーだったと思うんだよな。バスツアーだったんで、時間がなくって、で、全部はね、くまなくは見れなかったんだよね。見どころがいっぱいあって。でね、まあ、そこそこ見たからいいかっていう感じでね、帰ってきた、神社があると思うんだけど、なんかそこに行ってるうち、動画を見たんだよね。で、全然まあね、もう覚えてないのもあるし、あと私が見てたところとはね、全然違うところ、どうしたぐーちゃん、お目目がグリーンで綺麗ですね。綺麗なお目してるよな、ぐーちゃんな。ね、全然違うところに行ってるっぽい。あとはもうなんか新しくできたものとかもさ、なんかあるみたいなんだよ。なんか、こんなのなかったよねっていうのがさ、いろいろとあって。で、やっぱり紹介してるっていうかね、その人はいろんな、声が聞ける人なんでさ、なんかあらえあらえ、俺は、わしは新しいんじゃんみたいな感じで言ってくるやつがいるっていうのでね。で、見ると、キンキラキンの竜なんだけど、それがどうやら新しく作られたらしいんだよね。で、それが銭洗いでね、洗え洗えっつって、俺は新しいんだっつってね、洗えっていうふうに言うから、じゃあ洗うみたいなのやっててさ、それも確かなかったと思うんだよね。なんか、随分、新しくいろいろとできてんな、みたいなね、感じでね、だいぶ古くなっちゃったな、私の動画もさ、っていうね、感じだったね。で、いろんな人のね、声が聞けるのいいよな、ずるいよな、羨ましいよな、と思って。私はそういうのわかんないから、とりあえず神社行ってさ、なんかあるっつってさ、取れ高取れ高と思ってさ、撮影してな、終わりっていう感じだけどさ、声が聞けるから、なんかここにいると、なんかこういうご利益があって、で、ここのね、お水あるじゃんか、お水取りのお水あるじゃんか。あれもなんか3種類あったんだよね、そこはね。だからそれ、まあ、ボトルが結構でっかいんで、まあそれに全部入れるみたいなんだけど、それぞれに違う役割があるから、
まあね、別々にもらってもいいんじゃないかみたいな感じでね、そのお水に効いてるっていうのかな。まあ見えるみたいだけどね。なんかこれはこういう効能があって、これがこうで、これがこうって言ってるっていうふうに言ってさ、紹介してくれててさ、ね、そういうんだと神社行くの楽しいだろうけどさ、そういうのあるとな、なんか羨ましいなっていう感じだったよ。で、そこの神社が、そのね、願いっていうのかな、叶えてやるっていうふうに言ってるっていうね、神社だったんだよね。天玉さん。大田区は節分に豆まきする神社ってありますか？神社っていうかね、なんだっけ、池上本門寺。寺だね。神社じゃなくて寺。池上本門寺で豆まきしますよ。お相撲さんとかが来るところですよ。吉井さん、自分を、磨くですか？まどかさん。よかったですね。ね、よかったですね。なんだったっけ。いや、そう。で、そこがさ、恋愛の神社かなんかなんだよね。で、それが、木があって、何の木と何の木だったのかな。なんか違う種類の木が、くっついてるっていうの、刺さってるっていうか、で、それがどうしてこんなことになってるんだろうね、なんて言って、なんか人間的な考えだとさ、その移植したとかさ、なんかね、そういうふうに思うんだけど、そこに、もともと植わってた木のところに、その別の種類の木のエネルギーが来て、で、自生したらしいんだよね。へえとか思って。そうなんだ、そういうのがあるんだね。へえなんて思ってさ、なかなか素敵な神社だったんだななんてね、思って見ていました。以上、終わり。以上終わりね、そうなんで。だから2月のイベントないなと思ってさ、ね、昨日、2月は寒いからさ、青森はさすがに寒いだろうなんてさ、言ってたけどさ、2月のイベントが全然ないわけよね。ただまあ寒いしね、やっぱりと思って。どうしようかねと思ったんだけどさ。そうで、ね、昨日編集してる動画で梅の花が咲いてたんで、梅園もな、梅園も以前行った時にさ、休みだったんだよね。で、撮れなかったよっていう動画を撮ったんだけど、休みで撮れないっていう動画を撮ったんだけどさ、ね、だから、そっか、梅も通りに行くかとかね。で、そうだよね。節分忘れてたね。節分か。節分いつなんだ、今年って。土曜日かなんかがあれだもんね。土曜日もやるのかな、平日だけじゃなくってね、節分の日にやるんだよね。ってことは土曜日にやるってことか、今年は。そうすると、普段で混んでるのにさ、普通に平日の昼間でめっちゃ混んでるっつうのにさ、土曜日にされたら、もうダメでしょ。ダメでしょ。全然豆なんか拾えないでしょ。そう。だから大人になってから一回確かね、行ったことあると思うんだよね。ただちょっと躊躇しちゃって、子供の時はさ、もうさ、豆もらう気満々だからさ、で、子供だからさ、前の方に、入れてくれるじゃんか。だから大人になるとそういうさ、優遇がないんで、そうすると自分から取りに行くしかないじゃんか。そうするとさ、なんかちょっと躊躇しちゃって、ちょっとね、躊躇しちゃって、なんか一個ももらえず帰ってきたことがあるんだよね。わざわざ行ったのにさ。で、なんかね、まあ自分が悪いんだけどさ、なんかね、みたいな感じで、
それっきり全然行く気になってなかったので、忘れてたよっていうね、感じだな。まどかさん、はてな。てたまさん、今年の節分は土曜日なので、豆まきする神社やお寺はどこも混雑するだろうな。やっぱりそうだよね。なんか土曜日だったもんね。そうだ。だからあれだ、うち仕事だ。お客さん来る日だ。だから豆まきには今年はいけねえな。そっか、3日だから3日にやるんだね。やっぱりね、曜日関係なくね。なんかいつも平日の昼間だからさ、まあね、そんなにっていうのかな。まあ混むだろうけど、ね、土日のなんかイベントに比べたらそんなでもないかと思ったけどさ、土曜なんだな。そりゃちょっとどうかな。でも、わざわざ豆まきに行くのかな。でもそっか、普段行けないから行くだろうね、やっぱりね。天玉さん、隣町の神社も吉本芸人が来て、大事になります。そうだな。吉本芸人来たら大変なことになりそうだな。ヨッシーさん、ピアノレッスンなどのことです。自分を磨く。まどかさん、よかったですね。2回言った。ピアノレッスンだとそうだね、充実してるね、日々ね。明日どうなるかわかんないからね、今の世の中ね。明日どうなってるかわかんないから、もう本当ね、日々というか、その瞬間瞬間な、大事にな、生きていくことができるっていうのはな、いいことだよな。はい。で、あとは、なるほどって思ったのが、まあ自分の思ったことが、現実になるよっていうのが、なるほどなって思った説明が今日あって、人間ってほら、トーラスでできてるじゃんか。まあ人間に限らずすべてのね、物質は、トーラスでできてるんだけど、だから、胸、心を中心に自分の、体の中心を中心としてトーラスになってるわけよね。だから自分の思ったことが現実になるっていうのでね、なるほど、そっかと思って。だからね、自分の、思ったことが現実になるんだから、もうずっと、楽しいことばっかり考えてればいいんだっていうのでさ、そうだよなっていうのがね、すごい風に落ちた説明が今日は聞けたよっていうね、話でございました。まだ1分ある。どうしよう。話が持たない。はい。てなわけで本日も武田ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私の人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押してスパチャを投げといていただけると私が笑顔になりますのでよろしくお願いいたします。あと、ご無理でなければお友達へのシェアもよろしくお願いいたします。猫の姿が物足りなくて生まれるって方は、このチャンネルには猫の動画がいっぱいありますので、そちらを全部見といていただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。まっちゃんはいつもエンディングになると出てくるな。スクールメイツだな、さすがにな。はい。でなわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。
じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。